はい、皆さんこんにちは。漫画家の新又慎です。アシスタントのエスくんです。はい、今日はですね、皆さんからとてもよく質問をいただいたので、服のシワの描き方、服の素材感の出し方っていうのを説明していきたいと思います。はい。ということで、服って言ってもね、いっぱいバリエーションがあるので、今日はね、わかりやすく上半身に絞って、ワイシャツとかのような、割とタイトな感じの薄い素材のものと、トレーナーやパーカーのようなゆったりとしたもの、その2つの違いをね、ちょっと説明していきたいなと思います。ということで、まずはね、S 君にね、ワイシャツとパーカーを描いてみてもらいたいと思います。はい、了解です。はい、ではお願いします。はい。はい、これが S 君が描いてくれたワイシャツとパーカーです。はい、なんとか、何も見ずに。よく描けてますよ。そうだね。でも間違ってなくて、ワイシャツは襟があって、ボタンで、ちょっとボタンの数はすごくこれ多い気がするけど、ボタンがある、胸にポケットがあって、袖にもボタンがあるっていう感じでね。パーカーはこう、フードがだいぶ中心にあるけど、フードがこうやってあって、ここからそうだね、フードをさらに留める紐みたいのが出てて、っていう、ちょっと袖も短いのかなとは思うけど、いう感じ。でも今この状態だと何にもね、割とこう素材の感じっていうのがわからないよね。だからこれにどうしたらもっと素材感を出せるかっていうのを説明していくね。はい。はい。ということで、わかりやすくみんなに説明するために、2パターンのね、シンディ先生を用意してみました。こちら、おうちでくつろぎモードのパーカーを着てるシンディ先生。で、こっちはいつものキメキメモードのスーツを着ているね、ワイシャツを着ているシンディ先生です。ちょっと身長が違うのは、おそらくこっちはハイヒールを履いてるという設定だからです。ということで、これに今ね、ちょっと書いていきたいと思います。その時にどういうことにちょっと注目してるかっていうのも話しながら書いていきたいと思います。じゃまずちょっとこっちのワイシャツのシンディ先生ワイシャツじゃないや、パーカーのね、まずこっちのパーカーのシンディ先生に線を入れていきたいと思います。まずこれは、パーカーだけど、トレーナーでも同じだけど、素材がね、分厚いイメージですね。なので、こういうところもね、ふんわりゆったりね、丸いシルエットを取ってあげるといいかもしれないですね。これでシワなんだけど、こういうゆったりした素材の時っていうのは、あんまりシワはたくさん入れない方がいいと思います。で、入れてほしいのはやっぱりこういう腕とかが曲がってるところ。こういうところにはシワっていうのは入るから、こういうところには入れてあげてください。で、わからない人はまず自分が着てみて写真をね、撮ってみるのが一番いいと思います。なんだってやっぱ見てみないとね、わからないです。で、洋服のシワを考えるときに、やっぱ重力っていうのは下にこうやってこういう風にかかってくるから、なんだって下の方にたるむんだよね。だからこう下の方にこうちょっとたるみを用意してあげて、で、最後ここがちょっときつめにそばまってるんだったら、ここにこういうちょっとゴムみたいのが入ってるところをイメージしてあげるといいかもしれない。ここにポッケがある感じにしてみようかな。これで、だいたい今形は取れました。こうゆったり全体的に丸みを帯びて、生地自体が分厚いから、で、そんなにこう、シワの線もね、これは入れてません。で、一個こう、ポクするのに入れるのにいいかなと思うのは、ここにね、こういう風にね、縫い目みたいな線を入れといてあげたりすると、ちょっとぽくなるかもしれない。下半身はね、もこもこの短パンでも履いてるんでしょうね、きっと。こういう感じでね、今ちょっとこっちの方できました。じゃ次、シャツの方。まずシャツはこの襟をね、描いてほしい。襟っていうのがね、首がこういう風にあったら、ここにこういう風になってるイメージ。輪っかがこう通ってるイメージで描いてあげるといいと思う。こういう風に。こういう感じ。こういうものがあるような感覚。こういう感じで描いてあげるといいと思います。でもこのシンディ先生はボタンを全部止めずに開けてるので、
ちょっとそこも考えて書かなきゃダメですね。で、ワイシャツなんだけど、女の人は、なんて言えばいい？自分から見てって言えばいい？私たちから見て、左側が上。男の人は、自分たちから見て右側が上になりますので、それをまず間違えないようにね、してください。わかるかな？男の人は、こういう感じ。で、女の人は、こういう感じ。これでね、違うので。シャツを描くときは、なるべくいっぱい線を私は入れるように。入れるっていうか、ピチッとしてるように、こう引っ張られてるところは、なるべく細かい線をね、入れるようにね、してます。そうすると、やっぱトレーナーとの違いで、こう、生地の薄さとか、こうが表せると思うので、なるべく細かくね。で、洋服を描くときに、結局、どこが引っ張られてるのか、どこがこう、シワが少なくなって多くなるのかっていうのをイメージしてもらいたくて、例えばこの胸の上なんていうのは、こう突っ張ってるから逆にシワっていうのはあんまり出づらくて、下に行くにつれてこうやって例えばシャツとかをインしてたりすると、ここにはシワがすごく寄りやすい。で、やっぱり袖のところ、腕を折り曲げるところっていうのはシワができやすいポイントです。で、肩のところは逆にシワはこう突っ張るからできなくて、でもちょっと素材感を出すために、やっぱここの肩のところにこう縫い目の線を入れて、そこからこう引っ張られるシワっていうのを私はちょっと描いたりしてます。こう、トレーナーとかに比べるとさ、こうなんでしょうね、こう多い。シワの線も多いし、こうピッピピッピ描くの。なんていうの？細かいシワをいっぱい描くようにしてる。はい、こんな感じでちょっと書いてみました。こっちはパーカーやトレーナーの方で、ポイントとしては、全くでもそのシワを入れないとつるんとしすぎちゃって絵として寂しくなっちゃうから、やっぱりこの袖が曲がるところとか、あとやっぱこの下にこうたゆむような感じで、こういうところをね、作ってあげるといいかなと思います。ところどころやっぱこういうキュッとゴムになる素材があるんだったら、こういうところにこういうたゆみをね、こういうたゆみ、こういうのをね、作ってあげたりとか、こういうところにこういうたゆみを作ってあげると、ぷっくりとした感じになってより可愛いと思います。で、パッカーとかだった場合はね、こういう紐を書き忘れたりしないようにとか、トレーナーでもだけど、こういうところにね、こう縫い目があったりするから。本当はね、あとこういうところにも多分あるんだよね、縫い目が、こういう縫い目がね。これはまあ、好み、書いても書かなくても、リアルを求めるならどんどん書いていったらいいしっていう感じです。でね、ぜひ自分でまず着てみたりしてね、見てみてください。どうなってるのかなって。で、今度こっち、ワイシャツの方です。シワが寄るところにはいっぱい描く。でも、そのシワがなるべくふにゃふにゃしない。なんだろう、このピッピッピッとこう形に沿ってなっていくような感じ。シャツだからよりきっちりさせるには、そういう感じで割とカクカクした感じのシワを描いてみてもいいかなと思います。で、細かめにシワを入れてみる。でも、メリハリをつける。シワがつかないっていうところにはつかない。こう伸びてるところだよね。だからこうやって伸びてるところにはあんまりこうシワは入れない。こうクシュッとなるところにはシワを入れるっていう。まあこれも同じようにやっぱり見て描くのがいいと思います。まずわかんないうちは実際着てみて、着てる人とかにあと写真を撮らせてもらったりとかして見て描いてみてね。で、これついでにおまけで男物と女物でワイシャツは襟が止めるところが上になるところが変わるから、そういうのもね、意識してみてください。やっぱこういう細かいちょっとした縫い目を描いてあげたり、こういうボタンを描いてあげたりとかすることで、よりそれっぽく上級者に見えるかなと思います。これももうめちゃくちゃリアルにっていう風に書かなくても、
こういうのを少し書いといてあげるだけで絵がすごくよく見えるから、ぜひ皆さんもちょっとそれをやってみてください。ということで今回は、服のシワや素材感の出し方、上半身のシャツパーカー編でした。このチャンネルでは他にもね、漫画の描き方とかイラストの上達の仕方などを説明している動画を上げてますので、よかったら他の動画も見てみてください。他にわからないことがあれば、ぜひコメントと、参考になったら高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ということで、終わりにします。気をつけ、礼。ありがとうございました。